鶴くんです。先日ブラスターテッカマンブレードのプラモデルの方をご紹介させていただきましたが、今回はセンチネルさんから出ているライオボットのシリーズですね。こちらのブラスターテッカマンエビルの方をですね、ご紹介したいと思います。たまたま発売時期が重なったということで、続けて紹介できるというのはなんかラッキーだったなという気がします。箱の方は表紙がブラスターテッカマンエビルの方ですね。こちらが載っていて、箱の方は側面と合わせて一面の写真になってますね。反対側は光を当ててみると文字が印刷されているのがわかります。上の方はロゴのみ、裏面の方はエビルの写真が3点載っています。それでは早速開封の方をしていきたいと思います。それでは開封の方をしていきたいと思います。オープン。ブリスターは二重になっていまして、エビル本体とエビルの特徴である尻尾の方と台座の方ですね、こちらの方が同梱されています。では早速エビルの方を見てみましょう。オープン。こちらが進化したテッカマンブラスターテッカマンエビルのフィギュアの方になります。大きさについては以前出た同じくライオット版のブラスターテッカマンブレードと同スケールになっているはずです。持った感じは非常に軽い感じですね。つま先の部分が結構尖っているので、保護用のこのポチポチですね、こういったもので、保護されています。裏面はこんな感じで、後でこの尻尾の方ですねをつけていきたいと思います。パッと見は結構ツヤがあってですね、派手な感じになってますね。付属品としてはこちらのランサーが2つついています。あとは手首の方ですね。手首の方が12345と6個ついてますね。下のブリスターをオープン。こちらの方にはこの非常に特徴的な尻尾の方ですね。この長い尻尾が入ってます。あとはライオボットシリーズでもおなじみの台座の方ですね。それとアームの方が付属されています。マニュアルの方はカラーになっていて、マニュアルを開くと可動部分ですね、それから可動範囲的なものが少し書かれています。裏側は台座への固定方法ですね、そういったものが書かれています。ではフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。こちらセンチネルさんからライオボットシリーズとして発売されたブラスターテカマンのエビルになります。こちらのはプラモデルではなく完成品のフィギュアとして発売されています。以前ブラスターテッカマンのブレードの方ですね、こちらの方を紹介してるんですが、今回はブレードの、宿敵として出てくるエビルの方ですね。先にブレードの方がブラスター化したんですが、それを追いかけるようにしてエビルの方もブラスター化したという形になっています。以前のエビルと、全体的にはあまり変わっていないんですが、肩のこの巨大化ですね、こういったところが顕著に違うのかなといったところですね。フィギュアの方は基本的に全部プラスチック製なんですが、一部塗装がしてあったりしてですね、ちゃんと塗り分けがされています。全体的にはツヤのある少し光り輝くようなイメージになってますね。またエビルの特徴としてこういうとんがった部分が非常に多くてですね、持ってたら、相変わらず痛いなという感じがします。裏側の方はこんな感じで、前回のエビルの方はこの背中の部分に羽的なものがついてたと思うんですが、今回は羽じゃなくて尻尾がつくという形になります。こちら尻尾の方なんですが、エビルの倍ぐらい長いような尻尾になってますね。各関節は可動式になっていて、自由に折り曲げることが可能になっています。尻尾の付け根の方もかなり動くようになってますね。尻尾はこちらの背中の部分につけるようになってるんですが、尻尾をつける前にですね、少し可動域の方の確認をしたいと思います。まず頭部の方なんですが、前後動の方ですね、一重関節二重関節ということで、かなり上の方を向くことが可能になっています。飛行ポーズとかですね、
非常に取りやすいような角度まで、上げることが可能になっています。当然左右への回転ですね。それからひねりの方もできるようになっています。それから肩の方については前後動と上下動ですね。こう球体関節のような感じでぐるぐる回すことが可能になっています。引き出し機構はなさそうですね。それからアーマー自体はこのぐらいまでしか上がりません。同じく腕の方もですね、当然アーマーが当たってしまうのでここまでしか上がらない感じですね。当然腕の方は回せるので、上に腕を持っていくこと自体は可能になっています。それから上腕の方ですね。上下動ができて根元に回転軸があります。肘の方は見ての通りですね、二重関節になっていて、こんな感じで、肩に近い位置まで曲げることが可能になっています。それから手首の方ですね。手首の方もボールジョイントでぐるぐる回すことが可能になっています。胴体については胸の部分と腰の部分に関節があります。ちょっと硬くて分かりづらいんですが、この上の部分だけで上下動ができるようになっているのと、腰の部分での前後動と左右へのひねりということが可能になっていて、こう斜めにもですね動くようになっています。こことここが二重関節になっているようなイメージですね。胴体の方はよく動くようになっています。それから腰の方ですね。腰の方は、これは本当におなじみの足がもう肩まで上がるというような可動域を確保しています。エビルの方も腰回りにはアーマーってあんまりないんで、こういったことが可能になってますね。開脚に関しては、普通の状態でここまで開くことが可能になってます。根元に回転軸があるのでひねることが可能になってます。それから膝の部分ですね。膝についても二重関節になってますんで、かかとを背中まで近づけることができるぐらいの可動域を確保しています。ちょっとこのお尻のアーマーが当たるので、角度を変えればほぼ背中につくようなイメージですかね。それからこの膝の部分ですね。結構ディティールが凝ってるんですが、アーマーの方が少し連動して動くようになってますね。かかとの方は前後動ですね。左右への回転と傾きが可能になってます。これで接地性の方が上がるようになっています。マニュアルには書いてないんですが、足首のつま先の方ですね。こちらの方も独立して動くようになっています。で、ライオボットのテッカマンシリーズって関節の伸縮機能がついていたりするんですが、今回のエビルの方も関節の伸縮機能がついていて、若干ではありますが手首の伸縮ですね。それから足の根元の伸縮、こんな感じでちょっと分かりづらいんですけど、伸ばして縮めて伸ばして縮めてと、結構な長さで伸縮ができるようになってますね。特に開脚に関してはこれを伸ばすことによってより広くですね開脚ができるようになっています。前の方の影響はそれほどないような気もしますが、この股関節の伸縮機能によって可動範囲がさっきよりも上がるという感じになっていますね。あとは足首の方ですね。足首の方の伸縮機能もついているんですが、これが毎度なんですが、かなり硬いんですね。足首の方にも一応伸縮機能がついているということになっています。また面白いことにですね、このお尻のアーマーの方も若干の伸縮機能の方がついていて、後ろに伸ばした時にアーマーがより上に上がるというような形になっています。あとはギミックの方なんですが、頭部の後ろのアーマーですね、これが稼働するのでよりですね上下動の方がやりやすくなっています。それから肩の方なんですが、もう見ての通り開閉するんだなっていうのが分かると思うんですが、これですね、気をつけないと
このまま開けようとしても開かないんですよ。でマニュアル見ると分かるんですが、根元の方を押し込みます。そうすると肩が開きます。こんな形で肩を開くことが可能になってるんですが、開く際には十分注意して根元の方を押して開くというのを、注意してやった方がいいですね。これ無理やりやるとやっぱ壊れそうな感じしますね。こういったところは肩を開く際にですね、注意しないと、本当開かないという形になります。後ろから見るとこんな形で肩を開くことが可能になっています。で最後にこちらの尻尾の方ですね。この尻尾の軸の方をですね、こちらの背中にはめていくんですが、こんな感じで尻尾がはまります。でかいですよね、尻尾ちょうど尻尾が地面についてる、立たせることができたりするんですけど、横から見るとこんな感じですね。この部分で一部ボールジョイントになってますんで、左右にひねることが可能になってますね。尻尾の上の方もですね、一部稼働するようになっています。尻尾だけでもいろんな表現ができるといった感じで、なかなかやっぱエビルの売りだなっていう感じがしますね。やっぱ尻尾のある機体っていうのもなかなかかっこいいですよね。付属のランサーの方はこちらのシルバーで塗装がしてあります。シルバーの単色で塗装してあるんですが、意外と重みのあるような塗装になってますね。ランサーを持たせる時にはこちらの柄の方を一度ランサーの方にはめて、手首の方ですね、このランサーを持たせる手首というのがありますので、こちらの方にはめて、で反対側をはめると、こんな感じですね。大きさ的にもかなり大きいですね。それから手首の方はこのランサーを持たせる手首が左右1個ずつですね、ついてます。それからあとは平手の方なんですが、全体的に開いたような平手と少し握ったような平手ですね。こちらの2種類の平手が、左右それぞれに付属されています。なかなかエビルってマイナーな機体ではあるような気がしますが、ブラスター鉄火マンブレードのフィギュアが出た時にですね、やっぱエビルもあった方がいいなとは思っていたので、こうやって出してくれたのは非常に嬉しいですね。ブラスターの鉄火マンブレードの方は結構マッシブな体型だったんですが、エビルの方はですね、普通にスマートかつマッシブといった感じでですね、バランスの取れた機体になってますんで、抵抗の方はそれほどないのかなという気がします。鉄火マンはちょっとマッシブすぎるっていう意見もあるんだと思いますが、エビルに関してはずっとですね、スマートでなおかつかっこいいというフィギュアになってると思いますね。ブラスター鉄火マンブレードのライオボット版をですね、お持ちの方はぜひですね、こちらの方も手に入れてですね、宿命の対決を再現してみたらいかがかなと思います。それでは今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。